おはようございます。お久しぶりです。弁天クルーの大河です。今日は久しぶりにアウトレットに行こうかなと思います。家から一番近いのが南町田のアウトレットなんでね、いつも通りアウトレット行こうかなと思います。今東京、神奈川、埼玉、ちょっとこういう状況なんで、朝一番、今がですね、9時ちょっと前ぐらいですかね。朝一番行って人がいない時間にどういうのがあるかちょっと見ていこうかなと思います。はい、というわけでですね、今回もワイプからいきなり失礼いたします。南町田ついて、ちょっとこのシーンも一生懸命喋ってるんですけど、カメラの不具合でですね、音声が全く入っておりませんでした。というわけで、今回はもう直接というかもうすんなりワイプで、失礼いたします。この日ですね、ダンク SB のショーンをね、初めて、初おろししましたけども、これ良かったですね。やっぱり大好き。はい、というわけで、南町田名物、モンベルさんのボルダリングですね。これ一回やってみたいですね。今回はもうサクッとナイキさんとニューバランスさんだけなんで、はい、もうニューバランスさんからもう早速行ってみましょう。これが良かったですね。997なんですけど、ファブリックがコーデュラ使ってて、ちょっとニューバランスらしからぬデザインで良かったですね。ソールもね、スペックル柄使ってまして、カラーリングもかなり攻めたデザインかなと思います。これが801ですね。はい、ちょっとね、欲しいんですけど、値段の見極めが難しい。もうちょっと落ちるのかなとか思ったり。はい、で、これがですね、850ですね。これもね、欲しいですね。いい感じ。この青と白のデザインの、これなんかね、若干水の感あっていい感じですね。手持ち洋服に合わせるなら僕はこっちのカラーリングかな。このカラーリングちょっとずっと狙ってますね。はい、これ欲しいなと思います。このコーナーは、どうだろうな、去年行った時とそんなに変わんないかなっていうような感じなんですけど、一つね、この996か、はい。これがすごい気になりました。色がね、いいなと思います。これカラーリングめっちゃいいですね。青とオレンジで、これがちょっと気になったかなっていうぐらいですね。996持ってないんでね、ちょっと欲しいんですけど、これ良かったですね。はい、その他はこんな感じで、そこまで変わり映えはしないかなっていうような感じですね。X レーザーも値段変わんなかったですね。はい、続いて、スケートリンクありますけども、ナイキさんですね。はい、ナイキさんもサクッとちょっと見ていきましょう。ナイキさんこんな感じとなっております。どうだろうな。ナイキさんも正直、っていうのはあるんですけど、さすが、南町田クオリティっていうような感じですかね。はい。これなんかもね、良かったんですよね。軽くて。この辺もね、どうだろうな。ナイキさん行くならやっぱり横浜のアウトレットとか、御殿場とかがいいのかなとも思うんですが、南町田もね、たまに、っていうのがあるんで、なんともは言えないですね。南町田結構なんかスパンが早いなというイメージです。だから、月1回とか行っても、すごい結構ガラッと変わってたりするんでね、楽しめるんじゃないかなと思いますが、この辺はスペースヒッピーですね。軽かったですね。スペースヒッピーいいっすよね。ちょっと欲しいなと思うんですが、1万ちょっと切ったぐらいなんで、なんとも言えないです。僕はね、さっきのカラーリングの方が好きなんですが、その他こんな感じとなってますね。マックス系ですね。はい。どうでしょうか。気になるのありますでしょうかね。これもかっこよかったですね。これ良かったです。5000円切ってるんでね、カラーリングも合わせやすいんじゃないかなと思います。これが、あれか、ディビジョン、ズームディビジョンっていうやつですかね。はい。僕は前にレビューしたズームタイプにすごい似てるんですけど、これもかっこよかったですね。いい感じでした。あとは、これもね、カラーリング良かったですけど、値段ちょっと難しいところだなっていうような感じですね。僕はちょっとまだ手が出ないような価格帯となってますね。
マックス系がね、割と良かったんじゃないかなと僕は思いますが、どうでしょうかね。この辺もいいんじゃないですかね。これが良かったんですよね。トライアックスか。トライアックスこれ、サイズ結構掛けは出てたんですけど、5000円切った値段で、これちょっと買うかどうか迷ったんですけど、僕たちの動画見ていただいてる方ならご存知だと思うんですけど、僕があんまりマックス系手出さないというか、加水分解でね、結構何度も寂しい思いしてるんで、ちょっと手出しにくいんですよね。よっぽどのモデルじゃないとなかなか買わないんですけど、あれ良かったですね。で、これ気になったんですよね。チャレンジャーかな。これ、カラーリングも良かったし、これ結構ダダ余り状態だったんですけど、良かったですね。これがリアクトビジョンかな。ディメンション6ラインから出てるやつですね。これのなんかエヴァの初号機っぽいカラーリングがあったと思うんですけど、あれがあれば、この価格なら僕は買ってたかなと思いますが、なかったんですよね。ちょっと残念ながら。これ良かったです。意外に重いんですね。で、続いて箱切りコーナーですね。箱切りね、割と南町田インでちょっと期待したいところなんですが、まずマックス97ですね。オールレッドで、これも良かったかな。これ1万切ってるような感じですね。サイズは意外とあんまりなかったかなというような感じです。続いてブレザーですね。これもいいですね。これもね、この値段ならいいんじゃないかなと思いますが、これがね、アルフィナかな、アルフィナ5000っていうやつですね。これ、ウィメンズモデルなんですけど、これカラーリングめっちゃいいんですよね。アーチサポートのところレインボーで、これ良かったですね。はい。これ僕は初めて見たんですけど、なかなかいいカラーリングだなと思います。で、最後が KD ですね。KD13 かな。これ良かったっすね。でも、やっぱり値段がね、いいお値段しておりますが、はい、いかがでしたでしょうか。というわけで、お久しぶりの南町田でございました。全国的にね、ちょっと今また、コロナのしんどい時期に入ってますんで、もう密を避けるというか、もう朝一番で10時きっかりで行ってまいりましたが、人はやっぱり全然いなくて、非常に見やすかったですね。はい。もう南町田、もうニューバランスさんと、ナイキさんだけで、もう滞在時間15分でございました。で、帰ってきましたんでね。はい。皆さんもね、消毒、手洗い、うがいと消毒気をつけて、ちょっとの時間ね、見に行ってもいいんじゃないかなとは思うんですが、どうですかね。実は、年始に、南町田ちょっと先輩と行ってたんですけど、その時撮影したんですけどね、データを全部間違ってなくしちゃいましてですね、今回ちょっと一人で行ってきましたけども、やっぱり楽しいですね。アウトレットいいなと思いますね。はい。正直そんなに、パッと、目に引くものはなかったんですけど、トライアックスとかね、あれは良かったかなと思います。サイズ掛け結構出てたんで、はい、お探しだった方はちょっとお早めに、ぜひ、いかがでございますでしょうか。あれ5000円切ってるならかなりいいんじゃないかなと思います。箱切りコーナー、マックス90が結構散見されたかなっていうような感じですね。ニューバランスさんに関してはね、あんまりやっぱりガラッとは変わんないですね。はい。801とか850がちょっともう少し安くなったら、5000円切ったら欲しいなとは思うんですけど、なかなかニューバランスさんなんで難しいかなとは思いますが、はい。こんな状態なんで皆さんもちょっと気をつけてお出かけの方ですね、お願いいたします。というわけで、今回ですね、久しぶりのアウトレット探訪でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.